モーリシャスへの好感度爆上がりに11時10分動物園に着きました。動物園の名前はですね、カセラネイチャーパークというところです。こちらですね、カセラネイチャーパークということです。私、昨日の夜入場チケットを買いまして、ネットで1525ルピーでしたね。で、オンラインブッキングということで、こっちですね。今日日曜日ということでクローズドトゥデイなんですけども、このウォークウィズライオンっていうのが有名で、ただ今日はやってないみたいですね。高いのでいずれにせよこれは遠慮しようと思ってたんで、私は構わないです。オンラインで、取ってあるので QR コード、その入場口、改札口みたいなところにかざして入れました。ちなみに当日入場券も当然そこで買えるんですけど、結構並んでましたね。オンラインで買っといた方がいいような気がします。今いるのがパーキングで1位のはずなので、結構広そうだけど、適当に歩いていきますか。この14番はなんか多分ジップラインをしたりとか、なんかアスレチック的なやつっぽいので特に興味ないです。2番バードパラダイス、ここからですね。この辺が楽しみですね。まだ動物は現れていませんが、雰囲気あっていい感じですね。森林浴にもなりますよ、こう。はい、ということでバードパラダイス着きましたね。バードパラダイス、普通にその辺に放し飼いしているやつもいるのかな。メインはこっちですよね、多分。この檻の中、これらがいるらしいですね。檻そんな大きくないな。いるねいるね、いるね。あの辺色鮮やかな鳥がいますがね、インコみたいな顔してんな。インコかな。ウォークスルーってあるので鳥小屋の中入れるっぽいですね。はい、鳥小屋の中に入りました。ウォークスルーということで。おー、でかいなこいつ。今餌の時間みたいですね。こんな感じで見えるかな。緑、黄色、青、色とりどりな鳥がおります。おとなしいですね。ちょっと面白い鳴き声してます鳴き声が可愛いですね。猫みたいに丸まってた今。ほら、猫みたい。可愛いな。カモっぽい感じ。この辺はちっちゃいインコみたいな鳥がめちゃくちゃいますね。まだ子供なのかな。バードパラダイスめっちゃ広かった思ったより。今ここにいるみたいですね。バードパラダイス、これだけケージがあるのか。聞いたことのない鳥の名前なんですけど、でっかいよこれ。黒光りしてて顔は赤い。なかなかですね。モーリシャスフルーツバットということでコウモリですね。見えますか。結構たくさん一番上にぶら下がってます。ちょっとこれは見れて嬉しいかも。バードパラダイスのこの73番が最後っぽいんですけど、73個もケージがありましたよ。なかなかの規模ですね。鳥だけでこんなんですか。で、ここが3番のブルーバードレストランだと思うんですけど、こっからの景色やばいっすね。めちゃくちゃいい景色。何これ。いや、これはいい景色だね。左の方には山もあって、右には何にもない草原の奥に海が見えますね。では次行きましょう。猿ですね、猿。こうやって見る分には可愛いんだけどな。凶暴なやつも結構いますからね。今の場所はモンキーキングダムというらしかったです。その割にそんな大きくないですけどね。王国の割には。パンジャってとこに着いたけど、キッズパークって書いてあるね。あんま行く必要はない感じ。どうなんだろう。ちょっと見てみましょうか。フライングヒッポーとか今日クローズだって書いてあった気がするな。今のところ少しの猿と鳥しか見てないんですけど、そろそろなんかいてくんないですかね。ゴーツ、シープって書いてあるから、羊とヤギがいる。ヤギだね。ちっちゃ。ヤギっぽいのいましたね。めっちゃ餌とか欲しがってんのかな。逆側向いたら鹿がいましたね。鹿。これなんかジャバ鹿っていうみたいですよ。でかくねこの鹿。こんなもんだっけ。鹿はやっぱちょっと可愛いっすね。食べたことあるけど。ここドンキーの檻みたいなんだけど、いないんだよね小屋の中で寝てんのかな。残念。ドンキー結構見たかったな。こちらモンキースイングという遊園地にありそうな乗り物ですね。お子さん連れの方はこちらへどうぞ。向こうにメリーゴーランドのアッシュみたいなやつがありますね。そしてこちらはコーヒーカップならぬティーカップでございます。日本の遊園地によくあるもののアッシュが乱立しております。
この辺にある石と岩と同化してるから分かんなかったけど、でっかいゾウガメがいますね。でっかいゾウガメ結構何箇所かで見たな。アフリカって多いんですかね。カメがいたスペース中に入れるみたいですね。もう正直カメ結構見たからいいかな。ここ7番らしいんですけど、このトゥラワカってなんすか、トゥラワカゴールドコースターって書いてある。特に何もないのか、なんだこれ。ああ、こういうコースターか。この遊園地の一部みたいな感じか。私はいいやと思ったんですけど、入場チケットに含まれてたんで一応乗ってみますか。オンラインで入場チケット買ったらなんかいろいろついてくるんですよ。でこのトゥラカワってやつも乗れるっぽいんですけど、さっきの遊園地エリアのとこにあったやつも多分いくつか乗れたっぽいですね。まあいいや。乗り込みました。で上に行くまではこのままで、そこからは前がアクセルで後ろがストップみたいな感じらしいです。ということでこんな感じで乗っております。はい、ということでスタートしました。今のところどうってことのない感じですね。多分上行ってからが怖いんだと思いますが、あ、これ結構登るな結構な急角度で登りますね。これちょっと画面じゃ分かんないと思いますけど、結構な角度で、しかも結構高いです。ちょっと怖くなってきた正直舐めてました。ちょっと怖いです。かなり急なのよこれ、わかるかな。さあ一番高いところに着きました。あ、なるほどね、ブレーキのかけ方分かった。全然いいや。あ、全然大丈夫だ。あ、いいね。あ、景色遠い。いいですね。あ、怖い。あ、めっちゃいい景色。遠い。はい。いやーいいね。思ったよりいいわ。てか今前の人がいて危ねえな。追突すんじゃない。今前の車が近くて勝手にブレーキになっちゃったで終わりましたね。ということでこんな感じでした。無料というか入場チケットについてきたんで、これは乗った方がいいかもしれない。思ったより面白かったです。続いて8番ですね。ビッグキャッツキャメルドライブスルーだそうです。ウェルカムトゥサファリ。この辺全然見当たんないんだよね、中に動物が暑いから隠れてんのか何なのかよくわかんないけど、全然動物がいない。で、なんかここに見晴らし台みたいなのがあるんで、ちょっと行ってみましょうか。上に上がってきましたが相変わらず全然どこに何がいるのかわかんない。というか、いないのかもしれないし。なんじゃこりゃ。で、ここは少し人だかりができてるんで、何かいそうですね。やっといました。これライオンか？ライオンなのか？大きさ的にチーターとかではないからライオンっぽいよね。メスのライオン？思いっきり寝てんな。今の檻の別の側面に来たらやっぱりライオンみたいですね。レオ。そして別の檻に来たらこれホワイトライオンですね。このホワイトライオンはこの動物園の、名物というか有名人、看板娘らしいです。ここにも見晴らし台があるんで登ってみましょうか。ちなみにここにライオンフィーリング、ライオンへの餌やりオプションもあるんですけど、こちらも今日はやってないみたいですね。見晴らし台に来ましたがちょっと遠いですね。結構でかいな。入り口で言ったようにライオンウォーク、ライオンと一緒に歩くことができるんですけども、これは今日はやってないです。このアクティビティに参加したい場合は曜日に気をつけてください。で、あとドライブスルーもあるみたいなんですけど、これも多分今日やってないっぽいんですよね。これも多分日曜日はやってないと思います。今のゾーン出たところで唐突にラクダだ。やっぱラクダでかいね。一コブラクダだよね。一コブだね。
で、キャメルライドもあるらしいっすね。日曜日なんでこれもやってないっぽいですが、日曜日はいろいろ休みっすね。さらに左行くとなんかキリンとかまだなんかいろいろありそうっすね。行ってみましょう。でここでシャトルバスを待ってるんだけど、徒歩じゃ行けないのかな。みんな待ってるっぽいっすよね。まあちょうどシャトルバス来てくれたんで、まあ乗り込みましょうか。順番がよくわかんないけど、このサファリディパーチャーっていう13番、これって追加料金なしで行けんのかな。さっきと同じバスが来ましたね。私も追加料金なしで乗れましたね。12時59分に出発しました。とりあえずカメがいました。カメさっきもいたけどね。あれは鹿ですかね。あ、歩いて横切った。ちょっと違ったら恥ずかしいけど、なんか鹿っぽいような。かなり遠いんで分かりづらいと思いますが、キリンがいましたね。日陰だしキリンが黒く見えるけど。また遠いですが、サイかな、サイっぽいものがかなり遠くに見えます。向こうにはインパラっぽい動物、こちらはガゼルっぽい動物ですね。違ったらすいません。シマウマがいましたね。シマウマやっと近くに来た。いや、こんな近くで見れるなんて、シマウマは偉い。偉いよシマウマくん。どうやらドライバーが餌をやってるみたいですね。だからこんな近づいてくるんだ。おお蹴られてる。でかいダチョウみたいな鳥も来ましたね。ダチョウ1匹だけどっから来たんだ。シマウマ私の真下に来ましたね。なんかさっきから喧嘩してんなこいつら思いっきり蹴り食らってんじゃん、かわいそうに。こいつ気性荒いな。ケニアで行ったマサイマラ公園とかはもう完全に野生だから、多分餌とかあげちゃダメなんですよね。でもだからこそここまで近くで見れることは稀なんですよ。でもここはもうあくまで動物園だから、まあ、餌あげてもよくて、こんだけ近くに動物が来てくれることもあるってことですよね。サファリバス1時32分に、乗った場所に戻ってきました。なので30分ちょいでしたね。動物が出てくるたびに車はちょっと止まってくれるんで、まあその時によって微妙に違うと思いますけど、私の時は33分間でしたね。あとはこの11番のジラフ、キリンパークぐらいですかね、行ってないのは。これは何なんでしょうか。まあお金が必要なのかどうかわかんないけど、何この違いはフランス語でよくわかんないこと言ってたんですけど、多分向こうでチケット買う必要があるぞみたいなことを言ってたっぽいので、やっぱ有料っぽいっすね。まあキリンは遠くから見れたので、私はこれでいいです。ではまたこのバスに乗って戻りましょう。これもしかしたら出入り口まで、1番の出入り口まで戻れるのかな。やはりそうでした。出入り口まで行ってくれるみたいなので、このまま出入り口まで戻っちゃいます。はい、ということで出入り口の建物まで帰ってきました。はい、で来た時に見た地図に戻ってきたんですけど、今日やってるところ、日曜日でもやってるところはまあ行ったかなと思いますね。まあここが謎だったけどね。ここにホワイトライオンはいたけど、この辺全然何もいなかったんだけどまあ見えなかっただけなのかもしれないね。木陰で寝てたのかもしれないです。はい、出ようと思うんですけど、お土産物屋さんを見ないと帰らせてくれないタイプでした。まあ私は特に動物園では買いません。2時8分に車に戻ってきました。ではですね、今日から泊まるホテルへ行こうと思います。1泊だけするホテルなんですけど、本当は明日から泊まるホテルにもう1泊長くしたかったんですけど、空いてなかったので仕方なくと言ったらあれなんですけど、1泊だけ取ったホテルになります。まあなのでそこでは特に何かしたいっていうわけではないんですけど、まあこっから近くのホテルへ向かうと思います。で途中でまだ半分ちょいあるんですけど、ちょっとガソリンスタンド寄ろうかなと思います。シェルのガソスタに来ました。で満タンで一応入れてもらいます。クレカ使えるのかな。お会計 1000.01 ルピーでしたね。カードでクレカで払いました。多分5分の2ぐらい入れたんですよね。それで1000ルピーだからどう、まあそんなもんか。ではここから近くのホテルへ向かいます。はい、着きました。今日から一泊するのはこちらビッラ・オスマーレゲストハウスってところです。こちらに一泊します。チェックインしました。まずベッドがあって、荷物置きと、あと冷蔵庫、セーフティーボックスがあります。であとエアコンもありますね。扇風機もある。
ただデスクはない。あと水回りです。洗面所、トイレ。で、あとシャワーですね。シャワーなのかボディーソープなのかわからないものはあります。あとこれはハンドソープかなって感じですね。で、Wi-Fi の速度は5ミリレベルですね。で、こちら一泊するんですけども、booking.com で予約しまして、一泊朝食付きで 52.2 ユーロ。今現在のレートだと、こんな感じ。9017円。まあ、円安っていうのもあるけど、高いなぁ。宿で少し休んでまして、今、夕方4時39分になりました。街ぶらしつつ、ちょっと早めにディナー食っちゃおうかなと思います。で、ここもですね、海沿いにあるんですよ。この宿があるのは、フリックアンフラックっていう、ちょっと面白い名前の街にあるみたいですね。海沿いになります。で、モーリシャスの島全体で言うと、ちょうど西側に当たるかな。南北的にはちょうど中間ぐらいで、西の海岸沿いって感じです。こちらに何軒かレストランありましたけど、まずは海見に行きましょうか。はい、ビーチに着きました。駐車場もあるから車でも来れますね。今日はめちゃくちゃ天気がいいので、めちゃくちゃいい夕日が見れそうですが、でも一応昨日見たしな。あんま変わんないでしょ、グランベと。モーリシャスのビーチってどこでも絶対ボート止まってるよね。そんなに必要？水はまあ近づいてみるとまあ綺麗は綺麗ですね。ただこの辺結構石とかあるよ。もうちょい向こう行ってみようか。ここのビーチは街の名前と同じフリックアンフラックビーチというらしいですが、結構人が入ってるところまで来たんですけど、やっぱ結構貝殻のカスとか、あと海の中にもちょっと大きめの石とか岩とかあったりしますね。なんか人は多いけど、あんまりな気がする、ここは。今まで私が行ってみたビーチの中では、昨日行ったトルオービッシュだっけ？トルオービッシュが一番いい気がしましたね。あとは私が最初に行ったブルーベイ、あそこも良かったですね。今んとこその2つかな。ここは人が多いから、ちょっと期待したんですけど、そんなに良さそうには個人的には見えないですね。っていう感じのビーチでした。まあ一言で言うと、大したことないビーチでしたね。で、まあ夕日はちょっと見たいんですけど、ちょっと時間が中途半端なんで、早いんですけど、飯食っちゃおうと思います。で、特に目当てのレストランとかは決めてないので、まあ、クレカが使えるところをどっか適当に入ろうと思います。ちょっと南の方に歩いてきまして、こちらオールドタウンイタリー、こちらで食べようかな。客が一人もいない。で、隣はめっちゃ混んでる。まあいいでしょう。クレカって払えることを確認しましたので入りました。イタリアンなんでもう存分イタリアン食べましょう。今注文しまして、飲み物が白ワイン、なんちゃらかんちゃらシャルドネってやつです。で、食べ物はシーザーサラダ、あとパスタ。パスタはこれスカロパインディポリオってやつ、よくわかんないけどポリオなんで鶏肉があると思います。で、最初ペスカトーレにしようと思ってたんですけど、まあたまにはシーフード以外っていうことで鶏肉の方、チキンの方にしました。で、この席からは夕日もバッチリ見えるので、日没する瞬間も見れそうですね。忘れてなければ。ワイングラスだと思ったらこんな感じで来ました。これ2杯分ぐらいですかね。いただきます。深みは少ないですね。まあでもすっきり飲めるって感じで、まあ可もなく不可もなく。料理が運ばれてきましたが、やっちまった。シーザーサラダでかすぎる。わかるかな？めちゃくちゃでかいんだけど。で、パスタも来ました。いただきます。バカでかいけども、とりあえずシーザーサラダからやっつけます。いただきます。いい意味で普通のシーザーサラダ。うまい。まあ具材はほぼレタスとキュウリ、あと卵って感じ。まあ味は普通のシーザーサラダなので、まあ特に言及することはありません。サラダまだ食べ終わってないんですけど、冷めちゃうので、ちょっとパスタもいただこうと思います。麺は太めの平打ち麺って感じ。いただきます。なかなか濃厚なクリームソースに、マッシュルーム味が結構強いですね。こんな感じで、クリームとマッシュルームと、あとチーズの味が濃厚です。で、これぐらいの大きさのチキンが結構ゴロゴロと入ってる感じ。普通にうまい。結構なカロリーだと思う。かなり濃厚。で、夕日がいい感じになってきました。あと10分ちょいで日没、日の入りの時間になります。で、具は本当に鶏肉、チキンとマッシュルームとチーズって感じで、まあなかなかシンプルな感じですね。日没5分前になりました。5分前はこんな感じでございます。日没2分前になりました。それでは太陽が沈むまでご覧ください。ご
ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ腹パンパンだけどちゃんと全部食いましたよ。で、お会計1476ルピーでした。では歩いて宿へ帰ります。はい、ということで6時12分ですね。宿に帰ってきました。シャワー浴びましたので、今日はこのまま寝ようと思います。で、明日のことをお話しします。で、明日この宿をですね、早めにチェックアウトしてですね、一つ決まっている予定がございます。で、これがですね、ここモーリシャス全体においてメインイベントになると思っております。で、どこへ行くかというとですね、ラグーンフライトっていうところに行きます。で、これは何かというとですね、ヘリですね。ヘリに乗ります。じゃあヘリに乗って何を見るかっていうところなんですけども、モーリシャスに詳しい方なら、おそらく誰しもが知っていると思うんですけども、もしかしたらモーリシャスで一番の絶景になるんじゃないかと思います。アンダーウォーターフォールというものがあります。で、これはですね、水中の中、海の中に滝ができているように見える場所ですね。それをヘリから見ようということでございます。で、これが結構高くてですね、私205ユーロのものを予約しております。フライト時間が25分間ですね。205ユーロ。現地でクレカ決済ができるはずです。ちなみにこのラグーンフライトで一番安い、一番飛行時間が短いのは15分間。で、料金は確か149ユーロですね。私は2番目に安い、2番目に飛行時間の短い25分、205ユーロのものを予約しました。それがめちゃくちゃ楽しみで、もう明日がもうモーリシャスの中で多分一番いい日です。で、一応天気予報的にも、晴れ時々曇りみたいな感じなんで、飛ぶことは間違いないかなと思いますね。これで視聴者の皆様も、そして私もモーリシャスへの好感度、爆上がりになるはずですので、皆さんもご期待いただければと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。こちらの宿の朝食をいただきます。シンプルだけど悪くないですね。ということで、こちらのホテルチェックアウトをいたします。いつものようにホテルの評価5つ中で評価したいと思いますが、3.5 でお願いします。チェックインした時は、これで9000円超えは高いなみたいな話をしたと思うんですけど、それがですね、この辺全然人気のない地域だと思ったんですよ。人気のないところなのかなと、勝手に思ってたんですけど、ビーチ行ったら結構人がいたので、意外と人気なんだなと思いましてですね。で、加えてはっきり言ってグランベのホテルよりは部屋いいっすね。シャワーの水圧もだし、お湯も完璧に出ます。で、それでいてグランベのホテルの料金の5分の3ぐらいですか。グランベのあのホテルと比べるともうむしろ安いじゃんと思ってしまうぐらい、グランベがひどすぎて、作業用デスクがないのはちょっと辛かったんですけど、3.5 最高割の評価にさせていただきます。それではですね、チェックアウトして、昨日お話しした通りアンダーウォーターフォールを見るためにヘリ乗り場へ向かいたいと思います。さっき Google マップで検索したら車で50分ぐらいですね。で、それで私は10時半フライトのやつを予約してまして、15分前ぐらいに着いてくれっていう風に連絡が来てるので、渋滞にはまったらきついので、ちょっと早いんですけど、8時半頃に出ようかなと思います。はい、それでは出発します。で、天気予報昨日までは晴れってなってたんですけど、曇っちゃってますね。いや、行くまでの間にどうにか晴れてほしいんですけど。大した渋滞もなさそうで順調に向かっております。9時26分着きました。ちょっと予想外な感じだったな。ちゃんとした建物とかあると思ったらこんな感じなんですね。で、あれに乗るはずです。なんか水上船って感じですね。で、こっから飛んで、ルモーンっていう地区にあるアンダーウォーターフォールに行くはずです。今ちょっと曇ってるけど、もうちょいしたら太陽顔を出してくれるかな。あんな感じなんで、あのヘリに乗るときは、ちょっと海の中入るらしいんですよ。なので、クロックスに履き替えました。受付終わりました。で、支払いは乗ってからみたいですね。で、カードでも支払えます。なんていうか、もしヘリに乗らなかったとしても、ここのビーチ居心地いいんですけど、誰も泳いでないけどね。なんとまだ9時45分なんだけど、乗れと言われました。嬉しいっちゃ嬉しいけど。クロックスもビーチで脱げって言われたんで、裸足で乗る感じですね。こんなヘリでございます。はい、ということで乗り込みました。動きました。いや、こんなすぐだと思ってなかったから、心の準備がまだあんまできてないんだけど、今パイロットさんが来ました。
ヘッドホンと専用のサングラスをつけさせられました。サングラスは何でもいい気がするけど。